Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私も今日は元気です。いつもですね、今日はじゃなくて今日も元気です。はい、7月がもうすぐ終わりますね。ということで、日本の夏は本番になっていきますね。すごく暑くて湿度も高くてジメジメしていますので、室内ではエアコンをつけて体調管理しっかりやっていこうかなと思っております。はい、で今日もですね、私が一人でたくさんしゃべるポッドキャストという形で動画を撮っていきたいと思います。みずきです。チャンネル登録お願いします。はいね、これまで結構ね、もういろいろ話してきたかなと思うんですけど、今日は何を話すかと言いますと、ででん、私の今までの部活についてです。はいというのも、私の学生の時の部活についてです。はい、日本ではね、部活っていうものがありますね。皆さんの国でも似たようなものあるんじゃないかなと思うんですけど、分かりませんので、もしよかったらコメントで皆さんの国について教えてください。はい、じゃあ、子供の時の部活についてですね。まず、部活っていうと中学校から始まるイメージなんですけど、小学校の時にはちょっとだけソフトバレーボールをやっていた時期がありましたね。それは部活じゃないんですけど、私がやっていたスポーツについてですね。はい、で小学校の時にソフトバレーボールをちょっとやっていって、であとはテニスとかもやってました。はいね、ちょこちょこいろんなスポーツをやっていましたね。であとあんまり好きじゃなかったんですけど、水泳も習っていました。はい、途中でね、ちょっと辛くなってやめちゃったんですけど、はい、という感じでいろいろやっておりまして、で、中学校から部活というものが始まりました。はい、で、私はですね、中学校ではバレーボール部に入っていました。はい、なので3年間ずっとバレーボールやってましたね。はい、で、私はですね、身長が158センチ、今158センチなんですけど、中学校の頃もうちょっとちっちゃかったですね。はい、なのでそんなに身長がなくて、で技術もまだまだだったので、アタックとかはそんなに上手じゃなかったんですよね。っていうのもありますし、あとはなんか何よりレシーブが大好きで、打たれたスパイクを綺麗に返せた時すごく嬉しかったので、レシーブが大好きで、はい、というのがあって、リベロっていうポジションを選んでやっていました。はいね、もしかしたら知っている方もいるかなと思うんですけど、これ配球ですね。はい、私バレーボールやってたので、アニメ漫画の中でも配球が特に大好きです。はいね、アニメとか漫画についてはまたちょっと他の動画で、ね、メインで紹介しようかなと思っておりますが、はい、そんな感じです。で、中学校を卒業した後、次高校ですね。はい、で高校でも私バレーボールが本当はやりたかったんですよ。バレーボール大好きだったので続けたいなって思っていたんですけど、まさかのなかったんですよね。はい、男子バレーボールはあったんですけど、女子バレーボール部がなかったんですよ。でね、高校入る前に調べなさいって感じではあると思うんですけど、でもその高校に行きたかったので行ったんですよ。はい、でもそう女子バレーボール部がないって知って、どうしようかなって思って、で最初もう一人ね、私の友達でバレーボールやりたいっていう子がいたので、同じクラスだったんですけど、2人で一緒に先生に言いに行ったんですよ。バレーボール部作りたいです、女子バレーボール部作ってください、お願いしますって言いに来ました。はい、でそしたらですね、新しい部活作るのって大変なんでしょうね。いろいろな事情があった
かな、わかんないんですけど、そんなにいい反応じゃなくて、でもし作りたかったら12人集めてこいって言われちゃったんですよね。はいね、高校入学してもうほんと最初の頃なんで、そんなに友達もまだいなくて、12人か多いなーってちょっと心折れちゃったんですよね。ね、本当にやりたかったらもっと頑張れよっていう話なんですけど、で結局諦めて、小学校の頃にちょっとだけテニスやってたので、はい、でその高校にテニス部はあったんですよ。はい、なのでちょっとバレーボール部は諦めてテニス部に入りました。はい。で結果ね、今でも大切な友達がたくさんできたので、テニス部に入ってよかったかなとは思っています。はい。だけど本当はバレーボールがやりたかった、そんな気持ちでおりました。はいね、なんで中学校バレーボール部、高校テニス部に入っていました。はい。で、その次大学ですね。大学はなんでかわかんないんですけど、部活じゃなくてサークルと呼ばれるものがあります。で、部活っていうと、部活も大学にあるはあるんですけど、部活っていうと本当に毎日毎日中学校高校の部活のように、たくさん練習してすごく頑張るっていう印象になります。で、サークルっていうと毎日はやらないところが多いかなっていう印象ですね。はい、週に何日かみんなで集まって、で、バレーボールサークルならみんなでバレーボールをしたりとか、そういう感じですね。ちょっと頻度が下がります。はい。で、私は大学の時はサークルに入りました。はい。で、そこではバレーボールがあったので、最初バレーボールサークルに大学1年生の時入りました。はい。で、入ったんですけど、1年も入っていなかったかなと思います。1年ないぐらいで辞めましたね。はい。で、なんでかと言いますと、大学のサークルって結構お酒の飲み会が多かったりするんですけどね。で、そのサークルは結構自分が思った以上に飲み会が多くて、で、私はお酒苦手だったので、ちょっとそれが理由でですね、バレーボールサークルやめました。はい。で、2年生から私が入っていた学部がちょっと勉強が忙しくなるっていうのもあって、いろいろな理由がありやめました。はい。なんですけど、やっぱりちょっとスポーツ、運動好きなので、なんかやりたいなって思ってたんですよね。はい。で、それで、同じ学部の先輩が、大学でダンスをやってるのを見て、かっこいいダンスってなりました。はい。でもですね、私の家から大学まですごい遠かったんですよ。だいたいね、電車とバスで2時間ちょっとぐらい毎日通っていたんですよね。はい。で、ダンスの練習って結構夜遅いことが多いんですよ。はい。で、そのダンスサークルでも練習が結構夜の時間帯で、それをやってからそうね、2時間ぐらいかけて家に帰るっていうのがちょっと難しい状況でした。なので、そのサークルに入ることは諦めたんですけど、家の近くにあるダンススタジオに通ってね、毎週レッスンを受けることにしました。はい。なので、そこからですね、大学3年生ぐらいからですね、私のダンス生活は始まりました。はい。そこはね、もうちょっと部活でもサークルでもない感じではあるんですけど、はい。なんで、大学生後半はずっとダンスをやっていて、で、今でもダンスは続けているっていう感じです。はい。なんですけど、さっきも言った通り、配給がすごい好きで、配給のアニメよくまだ見ているので、バレーボールたまにしたいなっていう気持ちはあります。はい。なので、ボールが実家にあるんですけど、それを手に入れ次第、またちょっと友達とかとやろうかなとは思います。
はい、こんな感じで、いつも通り今日もちょっとたくさん喋ってしまったんですけど、私の、今までの部活についてでした。どうでしたでしょうかね。なんかこう一人で喋っているとですね、なんか今日調子よく喋れたなっていう人、なんか今日あんまり口が回らなかったな、あんまりうまく喋れなかったなっていう日があるんですけどね、なんかわかりますかねね、第一言語でもそんな感じですのでね、日本語を勉強している皆さん、間違いは気にせずどんどん話す練習してってくださいね。はい、じゃあそんなところで終わりたいと思います。いつも通りですが、私は日本語オンラインレッスン今プレプリとiTalkiでやっておりますので、もし興味がありましたらぜひ来てください。でそのうちね、自分のサイトも作って、直接私のレッスンが受けられるサイトを作れたらいいなとは思っていますが、ちょっと時間がかかりそうなのでいつになるかは分かってはおりません。はい、じゃあ皆さんぜひ皆さんの国の部活についてとか、私の話を聞いて思った感想ですとか何でも大丈夫ですので、ぜひコメントよろしくお願いします。そして、登録者1500人目指して今頑張っていますので、チャンネル登録もぜひお願いします。それじゃあここまでにしたいと思います。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。それじゃあまた次回会いましょう。またねー。See you later. Bye.